皆さん、こんにちは。今日は格闘家に襲いかかった犯罪者たちがどうなったかについて様々な事例を紹介します。ヘンゾ・グレイシー。ヘンゾ・グレイシーはブラジリアン柔術の選手で、桜庭和志や田村清などと戦い、日本でも活躍しました。人当たりの良い好人物として知られていますが、昔はかなりの悪だったことを自身で告白しています。グレイシー、最強の喧嘩屋と言われたハイアン・グレイシーは彼の弟ですが、弟よりもさらにたちの悪だったとも言われている人物です。2014年、ヘンゾ・グレイシーは彼のいとこや仲間たちとナイトクラブの用心棒と乱闘を起こして相手に怪我を負わせて逮捕されました。当時ヘンゾは47歳でしたが、そのやんちゃぶりは健在だったようです。逮捕後、ヘンゾたちには罰として町の清掃を命じられましたが、ノリノリでゴミを集めの記録を作りました。そんなヘンゾ・グレイシーの有名なエピソードといえば、2007年ニューヨークで起こった事件です。深夜2人組の男に後をつけられ、その2人組を撃退する様子を逐一ツイッターに投稿しました。午前3時11分頃、ヘンゾ・グレイシーは2人の男につけられていることに気づきました。3時11分、2人組の男に後をつけられている。思わず満面の笑みを浮かべてしまったよ。あいつらは俺が酔ってるとでも思っているのか。はははは。今写真を撮るために立ち止まったんだけど、やつら窓の中を見てるふりをしているよ。彼らが近づいてきてタバコをくれと言ってるよ。私の顔には微笑みが浮かんでいます。俺はタバコは吸わない。フラフラするふりをする。彼らは微笑む。3時47分、ヘンゾは男の一人をボコボコにして、もう一人は逃げてしまったとツイートしました。そしてこの後、男に蹴りを入れ、強盗をするつもりだったんだろうと問い詰めます。しかし男は違う、タバコが欲しかっただけだと言いました。ヘンゾはこの男たちが強盗目的で近づいてきたことに確信を持っていました。ヘンゾはこう言います。もし俺が普通の男だったら金品を盗まれて泣くことになっていただろう。しかしこの手のやつらは潮目が変わったらすぐにメス犬のように泣きやがる。情けねえと嫌悪感を示しました。一人取り逃して残念がっていたヘンゾでしたが、その後逃げたもう一人を捕まえます。逃げた男が現場に戻ってきたのです。ヘンゾは捕まえた男をチョークで絞め落とします。そして男が目を覚ますと再びチョークで絞め落とします。ヘンゾは男にはこういうもんだと囁いてから3回絞め落としました。ヘンゾは殴って傷ついた自分の手をアップしました。手が痛い。次回は肘だけを使ってみようと言い、男の両目を殴りあざを作り、明日こいつが目覚めるとアライグマみたいになってるだろうとつぶやきました。この一連のツイートを見て、ファンはヘンゾが強盗をやっつけた、彼の強さを絶賛しましたが、一部では彼を批判する人も現れました。その2人は本当に強盗だったのか。強盗ではなく本当にタバコをもらいたいだけだったんじゃないかという批判でした。というのも、この事件があった地域に詳しい人はこんな話をしました。よくマンハッタンのコンサートホールに行ったが、外で文字通りいつもタバコを求められたものですよ。本当にしょっちゅうです。その人たちはただタバコが欲しかっただけだったんじゃないかな。どちらにせよ、夜中3時に男2人が後をついてきたら、誰でも犯罪者だと警戒する気持ちもわかるし、もし本当にタバコをもらうためだったら、ヘンゾに叩きのめされた2人は気の毒としか言いようがありません。ここで私たちが学べる教訓は、深夜3時にタバコを要求してはいけないということですね。特にヘンゾ・グレイシーには女性格闘家がフルボッコ。ポリアナ・ビアナはブラジル出身の女性格闘家で、身長は 165.1 センチ、体重は 52.2 キロ。アメリカの総合格闘技大会 UFC でストロー級ファイターとしてデビューしました。事件はポリアナ・ビアナが26歳の時に起こりました。ブラジルのリオデジャネイロにあるアパートの外でタクシーを待っていたところ、男が近づいてきました。
男は彼女の横に座るとこう言いました。今何時ですか？彼女は男に時間を教えましたが、男はその場を動こうとしませんでした。彼女は男に別の目的があることを瞬時に悟りました。すると男はこう言いました。携帯電話をよこせ。俺は銃を持っている。男の手には銃のような物体が握られていました。彼女は男の手に持っているものを見て、瞬時に、この銃は偽物だと見破りました。そして、立ち上がると、顔面にパンチ2発、蹴りを1発放ち、バックに回ると、リアネイキッドチョークに捕らえました。意外な反撃に、男はすっかりビビってしまい、何も抵抗できなくなってしまいました。ポリアナ・ビアナは、あとは警察を待ちましょうと言うと、男を同じ場所に座らせました。ただ、時間を聞きたかっただけだ。男は彼女に自分を解放するように言いました。ビアナは、熱そう。あんた、まだ、やられ足りないようね。と、殴りかかる素振りを見せると、わかった、警察を呼んでくれ、と観念したのでした。男の持っていた拳銃は段ボールで作ったハリボテの偽物でした。UFC の代表、ダナ・ホワイトは SNS で、ポリアナ・ビアナの勇姿を共有すると、このニュースは世界中を駆け巡り、よくやった。女性を狙うなんてやつは、やられて当然などと、ビアナを称える声と犯人を非難する声で溢れました。しかし、その一方で、フルボッコにされた男の写真を見て、やりすぎだという声も一部で上がりました。皆さんはどう思われますか？恐怖、バットを持った男。この事件は、2017年10月に動画が出回り拡散され話題になった出来事です。車のドライブレコーダーが決定的な瞬間を捉えたのでした。どういうことがきっかけとなり、トラブルになったのかは明らかになっていませんが、車の運転手同士が口論となりました。怒った男は、トランクからバットを取り出し、車の中の運転手を恫喝します。運転席の男性が車から降りなかったため、バットを持った男は、車のボンネットを思いっきり叩きました。すると、車を傷つけられた男性は、車の外に出て、バットを持った男と対峙します。男性は振り下ろされたバットを避けると、強烈なパンチを顔面に叩き込み、バットの男を一発でノックアウトします。さらに、車から出てきたもう一人の男が襲いかかります。男性は男のバックに回ると、チョークでもう一人の男を締め落とします。二人を倒した男性は、再び車に乗り走り去ったのでした。この動画で二人をノックアウトした人物は、MMA ファイターだと言われていますが、誰なのかは明らかになっていません。動画を見た人の中には、フェイクじゃないのか、と疑う人もいましたが、バットを持っていた男の倒れ方が、明らかに演技ではないと、フェイク説は否定されています。実際の動画へのリンクは概要欄に貼っておきます。武装ギャング対格闘家。ここまでは、格闘家が犯罪者をボコボコにしたエピソードを紹介しましたが、最後は格闘家が武装ギャングにボコボコにされた事件を紹介します。アイルランドのドナウモア出身で、MMA やキックボクシングの大会で活躍するファイター、ポール・ヒーリーは、土曜日の午後を友人2人とフィッツジェラルドパークで過ごし、タクシーで家に帰ることになりましたが、手持ちの現金が足りなかったので、お金を下ろそうと ATM に3人で歩いていると、瓶、鉄棒、ナイフで武装した5人のギャングが突然、後ろから襲いかかってきました。彼の友人の2人は、すぐに逃げましたが、格闘家であるヒーリーは、ギャングたちを撃退しようと立ち向かいました。それは、一瞬の出来事でした。ヒーリーは、後ろから頭を瓶で殴られ気絶してしまったのです。その後、ナイフで刺され、何発も殴られました。ノックアウトされたヒーリーは、その場に放置されました。しばらくして、意識不明のヒーリーを通行人が発見すると、彼は救急車で病院に運ばれました。頭蓋骨骨折、顎骨骨折、眼下2カ所骨折、脳内出血と大怪我を負わされました。医師は頭部を30本のホッチキス針で傷を塞ぎ、さらに顔面を11針縫合しました。その後、彼は奇跡的に回復し、意識を取り戻しました。ギャングとは面識が一切なく、なぜ自分が襲われたか、
全くわからないとヒーリーは言います。彼らに殴られる理由なんてなかったんだ。もう少しで殺されるところだった。あれは普通の殴打ではなかった。ギャングたちはヒーリーに対して無慈悲で残虐な攻撃を容赦なく与えてきました。僕はホームレスを助けているし、みんなに好かれているし、尊敬もされている。誰に襲われたのか、なぜ襲われたのかはわからない。でも彼らは私を殺そうとしたんだ。と彼は言いました。ヒーリーは最後にこう言いました。生きていてよかった。死ななくてよかった。事件を受けて警察は防犯カメラ映像の解析などに乗り出しましたが、この事件の犯人が逮捕されたのかはその後報道されていません。複数の相手が一気に襲いかかってきたこと、そして相手が武装していたことなども要因となり、格闘家ポール・ヒーリーはボロボロにされたのでした。はい、ということでございまして、格闘家に襲いかかった犯罪者たちについてでした。今回紹介したエピソードの感想や、こんなこと知ってるよという情報をお持ちの方は、気軽にコメント欄に書き込んでくださいね。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。